みんな元気ですか？コッヒーです。小比類米かほるのラジオスタートしました。第1回目の記念する配信。この番組は1曲をピックアップして今私の中でアップデートされていることをお話しさせていただくポッドキャスト向けラジオです。約10分間お付き合いくださいね。さあ今日は2024年7月7日七夕ですね。天気はまあ全国的に良さそうなので夜空に輝く織姫星、こと座のベガですね。そして彦星、鷲座のアルタイルを見つめて思いを馳せるのも趣があっておすすめです。夜空左下にあるもう一つの大きめな星、白鳥座のデネブを結ぶと夏の大三角形。この夏の大三角形から南の地平線に向かって天の川が見えます。私、天の川を見つめるといつも思うんですが、太陽系って天の川銀河の本当に隅っこなんだなって感じます。そしていつかその空間のいずれかに行ってしまうんだろうなとふと考えてしまうんですね。いて座 A スターを中心とするとどの辺に行くのかななんてね。ネガティブな意味じゃなくてね、とってもポジティブな感じです。皆さんはどう感じるのでしょうか？ぜひコメント欄で教えてくださいね。さて今日は皆さんからのリクエストをいただいて、皆さんのファンキーストリートへの思いや感想を今日はご紹介したいなと思います。ファンキーストリート、1990年代に FM 放送で4年間私が DJ を担当させていただいた1時間番組でした。たくさんのメッセージを読んでいたらタイムトラベラーのごとく、その時あの場所にダイブをしている感覚を味わえ、思わずうんうんと声が出てしまった自分がいました。それでは読み上げますね。これは秋野さんからいただいたメッセージです。コッヒーこんばんは。こんばんは。ファンキーストリート、毎回カセットテープに録音して聞いていました。ラジオで紹介してくださる音楽といろいろな場所からの中継に刺激を受けていました。音楽だけでなくコッヒーはいつも私が知らなかった世界に連れてって言ってくれました。本当に感謝しています。こちらこそ感謝してます。最近コッヒーが行った場所でまた行ってみたいところやおすすめはありますか？教えていただけたら嬉しいです。私のおすすめはですね、東京世田谷の馬事公園ですね。私乗馬をですね18歳までしておりました。馬に会いに行くのは馬事公園ですね。戯れたりとか乗馬したりとか、そんな時間を過ごせています。とても可愛いです。私もオグリキャップ世代なので乗馬とかね、またやりたいなとも思っております。さあ続いてのメッセージはメグさんですね。どうもありがとう。ファンキーストリートの思い出、毎週ラジオの前でスタンバイドキドキしながら待っていたのを覚えています。 CM 後の数秒のタイトルコールがもう最高にかっこよくて、それが何パターンあってライブ空間のような演出から始まるなんて本当かっこよすぎです。その時々の思い、テーマに合わせてハガキを出していました。テープをデッキに入れてみました。こもった音が懐かしく、そしてアナログ感、当時にタイムスリップ。当時は当たり前だったのに巻き戻す時間が長く感じられます。コッヒー自ら機材を抱えながらの取材、あの機材は何キロあったんでしょう肩に抱えていらっしゃいましたよね。あれはね2キロぐらいございましたよソニーの DAT ですね。はい。外での中継、ムービングハウス、とても印象的でした。周りの空気感や音をとても敏感に繊細に感じ取られるコーヒーは、私たちにもその場所に瞬間移動させてくれたかのように、毎日その場所の空気を届けてくださいましたね。特別なラジオ番組でした。こうして32年後にまた再会できましたね。ありがとう。いやー本当ありがとう。なんか久しぶりにマイクの前でお話しさせていただくっていう機会がまた訪れるとはね、さすがです。ポッドキャスト様。さてブルーさんから、ムービングハウス懐かしいです。私がファンキーストリートを聴かせていただいたのはアルバムサイレントがリリースされた頃からです。記憶に残っているのは静岡県の魔界の牧場です。魔界の牧場、ここは小学校の林科学校で行った思い出があります。さて続いてはさつきさんです。霧の中にあったような記憶が解像度が上がるみたいに少しずつ蘇ってきました。ムービングハウス、いろいろな場所の音と空気とセンスのいい音楽を毎週届けてくださって、シャカカン、アレサ・フランクリン、
プリンスパープルレイン。洋楽も全く知らなかった高校生でしたが、名前を覚えて CD レンタルで借りてみました。またポッドキャストでラジオが聴けるなんて嬉しすぎる。さつきさんどうもありがとう。私も嬉しすぎる。今日の一曲はプリンスの曲 The Most Beautiful Girl in the World です。この曲を私が手にしたとき、まさか後にプリンスのシングルとして世に出るなんて思いもしませんでした。この曲は1993年から94年頃だと思うんですけど、デモテープとして私の元に届けられたのでした。同封されていたメモには、この曲に日本語の歌詞で歌ってミネアポリスまで送ってきてくれと書いてありました。私はすぐにスタジオで訳詞をレコーディングしてミネアポリスにテープを送ったのです。それから1年ほど経ちますと MTV から聞き覚えのあるメロディーが流れてきました。それはもう驚いたというか、すごく感動したのもありましたが、複雑な気分でしたね。でも本当嬉しいんですよ。けれど私のバージョンの行方はと少々落ち込みました。さあ、最後にポエトリーの時間。皆さんに届けたいなと感じた詩人たちの言葉をご紹介いたします。闇の中で3本のマッチを一つ一つする。最初のはあなたの顔を一度に見るため。次のはあなたの瞳を見るため。最後のはあなたの唇を見るために。そして後の暗闇はそれらすべてを思い出すため。あなたをじっと抱きしめながら。プレヴェール、夜のパリでした。いかがでしたか？小比類巻かほるのラジオ。徐々にアップいたしますので、皆さんからのリクエスト、コメントお待ち申し上げます。次回は LA ホーンズのセッションを中心にお話ししてみたいと思います。LA ホーンズで一番私がお世話になった音楽家、ジェリー・ヘイ、ゲイリー・グラント、ラリー・ウィリアムス、ビル・ライヘンバックなどご紹介します。それではまた、コッヒーでした。See ya!